今回はロルバーンを使った購入品記録ノートの作り方をご紹介します。私は文房具が本当に大好きで、ついついたくさん買ってしまうんですが、皆さんもそういったことってありませんか？買ってきたものをただ使うだけじゃなくて、好きなものを買ってきた時のワクワクした気持ちごと記録して楽しめるようにしたいなと思って、このノートを作りました。使用した文房具は最後にまとめて紹介するので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。このノートを作る目的は3つあって、1つはコレクションとしての所有欲を満たすためです。記録を続けていくと自分の購入品の図鑑みたいな感じにもなるので、めくるだけでワクワクするページになります。2つ目はちょっとした家計簿的役割もあるので、たくさん買いすぎた時の自分への戒めにもなったりします。でも家計簿とは違って自分の好きなものを買った時だけ記録するっていうのがポイントです。3つ目はセール品やクーポンを使っていつもよりお得に買えた時、どれくらいお得に買えたかメモしておくととても満足感があります。いい買い物をしたという気持ちをいつでも振り返ることができると、ますますお気に入り度も高まります。私はロルバーンダイアリーの M サイズを使っています。もし L サイズの方が使いたいなって方は L サイズにしかできない使い方もあるので、後で M と L の使い方の違いについてお話ししますね。基本1ページあたり1回のお買い物としてまとめて記録を残しています。上から買った日、お店の名前、購入したもののリスト、それから金額を書いて、その下に買ったものの合計金額を書いています。さらにその下には買ったものの写真を印刷して貼っています。なんでロルバーンダイアリーを使っているかというと、マンスリーページにその日買った金額をメモできるのがすごく便利です。こうやって書いておくと、その月にどれくらいの頻度でいくらお金を使ってお買い物をしているのかがパッと見てすぐわかるんですよね。この辺毎日のように買いすぎてるなとかいうのが自分で振り返ることができます。もしダイアリーをお持ちでない場合は、こういった貼るタイプのカレンダーがあるので、これを普通のロルバーンに貼ってマンスリーページを作るっていうのもおすすめです。こういう風に購入した日にシールを貼って、お店の名前と金額を書いていきます。こちらは実際のページです。これはアサネルさんで購入した時の記録です。これも買いすぎて写真を貼るスペースがなくなったのでリングでくっつけてます。ちょうどクーポンが使えたタイミングだったのでたくさん買いました。こちらはダイソーでシールをたくさん買った時ですね。リピート買いのものも多いので、そんな時は合計金額と写真だけ記録してます。でこちらは先日女子文具博に行った時の記録です。私は福岡に住んでいるので、やっとポップアップがね、九州にも来てくれたんですけど、レシートをなくしてしまってですね、購入品の写真とその時の気持ちを一言書き添えています。では実際に購入品記録をつけていきたいと思います。こちらは先日ロフトに行った時の購入品です。最初に購入品を並べて写真を撮影します。この日はロフトで結構たくさん買ってきたんですけど、お目当てのロフト限定のロルバーンは買えませんでした。次にタイトルのマスキングテープを一番上に貼ります。それから買った日とお店の名前を白インクのペンで書いていきます。ここはですね、別に濃いマステと白インクじゃなくてもいいんですが、ページの印象が締まった感じになるので、この方法で記録を続けています。それからレシートを参考に購入品を記録していきます。はい、こんな感じで記入が終わりました。さっき撮影して印刷した写真も貼っていきます。こんな仕上がりで完成です。サイズの使い分けと続けるポイントについてですが、私はロルバーンダイアリーの M サ
サイズを使ってるんですが、そんなにスペースがないので、記録する内容は潔く明細と金額、写真くらいにしています。それくらいシンプルにするのが続けやすいポイントかなと思います。あと、この購入品記録ノートを書き終わらないと次の文房具買っちゃダメっていうルールを自分に課してみるのもおすすめです。買いすぎ防止になって記録も続きやすいです。こういった購入品記録用のスタンプもあるので、購入品が少ない時や特別なものを買った時に使ったりしてみてもいいかもしれません。裏抜け防止に付箋にスタンプして貼り付けるのがおすすめです。もし L サイズを使いたいなという方は、大きさ的にレシートもそのまま貼りやすいし、その分明細を書かなくてよくなるので、楽に記録を残すことができます。レシート以外にもショップカードとかもガンガン貼れるので、お買い物に付随するものも一緒に記録に残しやすいと思います。買ったばかりの紙物やマステやシールを貼って少しデコっぽくしてもいいかなと思います。それでは使用した文房具の紹介をしていきます。こちらはタイトル部分に使ったマスキングテープです。パイロットのクルールフォンセというマスキングテープで、これ便利なのが途中に切れ目が入っているので、手できれいに切り取ることができて楽ちんなんですよ。使ったのはネイビーですが、他にもブラックとグリーンのお色もあります。次にタイトルの記入に使った白いペンはユニボールシグノのホワイト太字です。マステだけじゃなくて写真にも直接書き込めるところが気に入っています。マンスリーに使ったシールはみどりさんのおしゃべりシールです。これすごく可愛くて、適当な吹き出しを書くだけで本当におしゃべりしているような賑やかなマンスリーにすることができます。こちらのスタンプもみどりさんで、ペインタブルスタンプのマネー柄になります。インクいらずのこのシリーズはお持ちの方も多いかもしれません。たくさんの種類がありますが、中でもこれは購入品記録にうってつけです。押すだけでおしゃれに記録を残すことができます。こちらはロルバーンとの相性抜群のリングリーフというアイテム、甘味堂さんから出ています。ありそうでなかったこれがあれば何でもロルバーンのリングにセットすることができちゃいます。こんな風に切れ目が入っていてすぐ外せるし、シールになっているので一緒に保存したい紙に貼ってロルバーンのリングに切れ目を押し込むと簡単にセッティングすることができちゃいます。こんな感じでお気に入りの紙をいくらでもロールバーンにセットできます。買ったものを印刷したのはキヤノンのセルフィー。これは1台あると本当に便利です。写真があるとその時の気持ちまで一瞬で蘇ります。フォトプリンターは一家に1台、本当におすすめです。こうして記録をつけていると、ただの買い物だったことがまるで一つの思い出みたいになってくれる気がします。セールでお得に買えた満足感、福袋の中身にドキドキした時の気持ちとか、前から欲しかったやつがやっと買えて心が躍った瞬間とか、そういった気持ちがこのノートを開くたびに蘇るんですよね。どれも宝物のように感じられて、お金を使うことがちょっと豊かになる気がしています。私は文房具が好きなので全部文房具の記録になっているんですが、例えばお洋服が好きな方は買ったお洋服のコーディネートを写真に撮って貼ったり、イラストに描いてみたりしてもいいだろうし、推しのグッズばかり買ってますという方はそういったものを記録していっても幸福度が増すかなと思います。今回はロルバーンを使った購入品記録ノートのご紹介でした。買った後のワクワクもノートに残すことで暮らしのログの一つになる気がしています。皆さんもこんな工夫をログに残しているよとか、こういう購入品記録してますってことがあったら、ぜひコメントで教えてください。次回も手帳や文房具の楽しさをお届けできたらと思います。またゆるっと動画更新するので、ぜひ通知をオンにしてお待ちいただけたら嬉しいです。それではログコの机からお届けしました。バイバイ。